積み上げられた証拠を静かに、丁寧に確認していった。そこには、すでに名前が並んでいた。2026年3月、オーストラリア、メルボルン、深夜3時。一人の日本人エンジニアの携帯電話が鳴った。画面に映し出されたのは、中国の国番号、知らない番号、沈黙が数秒続いた。彼はその着信を取った。それが、すべての始まりだった。72時間後、彼は警察に駆け込んだ。震える声で、こう言った。私の家族が、危ない。この事件を追った捜査官は後に語っている。これほど精緻に組み立てられた圧迫作戦は、見たことがなかった。と、海外に住む日本人が、外国の政府機関から帰国を強要される。それは映画の話でも、過去の話でもない。2026年3月、メルボルンの街で、現実として起きていた出来事だ。中国公安による国際圧迫作戦。手口は周到で、多層的だった。国際電話、ソーシャルメディアのアカウント乗っ取り、ビザ申請への不審な干渉、そして、日本にいる家族の銀行口座への接触。一人の人間を追い詰めるために、これだけの手が動いていた。捜査が進むにつれ、さらに衝撃的な事実が浮かび上がる。被害者は、この男性だけではなかった。海外に居住する日本人、235名、同じ手口で、同じ恐怖にさらされていた。なぜ彼らは狙われたのか、誰が命令を下したのか、そして、3ヶ月以内に帰国せよ、という言葉の裏に、何があったのか、答えに近づくほど、この事件の輪郭は大きくなっていく。では、すべての始まりに戻ろう。2026年3月のメルボルン、深夜3時の着信の少し前、一人のエンジニアが、ごく普通の夜を過ごしていた。その時間から、IMG、メルボルンの夜景、静かな住宅街、窓の灯りが一つ、また一つと消えていく。2026年3月、オーストラリア、メルボルン、南半球は、秋の始まりに差し掛かっていた。日本で言えば、ちょうど春。しかしこの街では、夜ごとわずかに気温が落ち、風に湿り気が混じり始める季節だった。IMG、メルボルン郊外の一軒家、薄暗いリビング、テレビの光だけが揺れている。田中誠一、38歳、メルボルン北東部、バンドゥーラ郊外に暮らす日本人エンジニアだった。大手オーストラリア系 IT 企業に勤め、勤続4年、職場での評価は高く、プロジェクトリーダーを任されていた。家族はいない。単身赴任でも、離婚でもなく、ただ仕事を優先して生きてきた。そういう男だった。IMG、キッチンに立つ男性の後ろ姿、簡素な食事の支度。その夜、彼が夕食を終えたのは午後9時過ぎ。冷凍の親子丼をレンジで温め、ソファに座ってラップトップを開いた。業務メールを3通返信し、翌朝の会議資料に目を通す。いつも通りの夜だった。特別なことは何もなかった。IMG、ラップトップの画面、コードの羅列、静かな部屋。午後11時、彼はシャワーを浴びた。歯を磨き、寝室の照明を落とした。枕元にスマートフォンを置き、アラームを午前6時半にセットする。翌日は月次報告のある重要な火曜日だった。眠りに落ちるまで15分とかからなかった。IMG、暗い寝室、静止した時計、午前1時を過ぎた数字、深夜1時、深夜2時、街は静まり返っている。近所の犬も鳴かない。風の音だけが窓ガラスをかすかに揺らしていた。そして、深夜3時4分、IMG、スマートフォンの画面が突然光る。見知らぬ番号、国際電話、枕元のスマートフォンが震えた。画面に浮かんだのは、見覚えのない番号。国番号は、タス86、中国本土からの着信だった。田中は目を細め、画面を見つめた。間違い電話か、そう思った。しかし、電話は鳴り続けた。止まらなかった。
IMG。男性の手がゆっくりとスマートフォンを手に取る。躊躇。72時間の始まりは、こうして静かに、何の予告もなく、彼の眠りを破った。IMG。深夜のメルボルン市街。雨に濡れた窓ガラスに、スマートフォンの光が反射している。田中は、一度だけ深呼吸をした。画面を、もう一度見た。タス86。中国の国番号。知らない番号。午前3時4分。出るべきか、出ないべきか。指が、画面の上で止まった。着信は、12回を数えたところで、途切れた。静寂が戻る。田中は息を吐き、スマートフォンをシーツの上に置いた。3分後、また鳴った。同じ番号、同じ時刻帯。今度は、田中は画面を裏返した。布団を引き上げ、目を閉じた。眠れるはずが、なかった。IMG。机の上に置かれた裏向きのスマートフォン。画面の光が布越しに滲んでいる。翌朝、6時17分。田中がメッセージアプリを開くと、見知らぬアカウントから中国語のテキストが届いていた。翻訳ツールを通した。その文面は、短かった。あなたの状況は、把握している。それだけだった。差出人は、プロフィール写真もない。作成されたばかりのアカウント。田中はスクリーンショットを撮り、すぐにアカウントをブロックした。その判断は、正しかった。だが、遅かった。IMG。スマートフォンの画面に映る中国語メッセージ。翻訳アプリの訳文が重なっている。24時間以内に、田中の職場メールに、一通の不審なメールが届いた。送信者は、彼のプライベートアカウントを装っていた。本人は、送っていない。アカウントが、乗っ取られていた。メルボルン中心部にある IT 企業に勤める田中は、セキュリティの知識を持つエンジニアだった。それでも、気づいた時にはすでに、連絡先リストが抜き取られた後だった。72時間の中に、圧力は積み重なっていった。ビザの更新手続きに使った個人情報が、第三者に渡った形跡。日本にいる家族の口座に、原因不明の紹介記録、そして、職場の同僚数名に、田中を中傷する匿名メッセージが届き始めた。偶然では、ない。これは、設計された圧力だった。IMG。パソコン画面に映る不審なログイン履歴。複数の中国の IP アドレスが赤くハイライトされている。田中がオーストラリア連邦警察に通報したのは、最初の電話から61時間が経った3月の夕暮れだった。担当官は、田中の話を最後まで聞いた。そして、一言、静かに告げた。あなたは、初めてではない。捜査は、その夜から始まった。IMG。オーストラリア連邦警察の建物。夕暮れ、捜査が始まった夜。担当官の名はブレナン上級捜査官。国際組織犯罪を14年追い続けた人物だ。田中の証言を彼は一言も遮らなかった。通話記録、スクリーンショット、アカウントへの不審なアクセスログ、積み上げられた証拠を静かに、丁寧に確認していった。そしてファイルを開いた。そこにはすでに名前が並んでいた。IMG。複数のファイルが並ぶ捜査資料。メルボルン在住の中国系オーストラリア人、42歳、シドニーに拠点を置く、通信関連の会社員、37歳、ブリスベンで飲食店を営む、61歳の女性、全員が同じ手口の圧力を受けていた。深夜の国際電話、ソーシャルメディアの乗っ取り、家族への金融的な干渉、職場への匿名の誹謗、パターンは、一致していた。ブレナン捜査官は静かに言った。この種の案件は2024年から急増している。IMG。グラフ。急増する国際圧力事案。オーストラリア連邦警察の内部記録によれば、2024年1月から2026年2月までの間に、類似案件は国内だけで117件。被害者の国籍は、
12カ国に及んでいた日本人の被害者は、その中でも急増していた。田中だけではない。後の捜査で判明することになるが、同じ手口で標的にされた海外在住の日本人は、世界全体で235名、そのうち、オーストラリア国内だけで31名。これは、偶発的な犯罪ではなかった。組織的だった。設計されていた。そして、指示を出す者がいた。IMG、通話記録の解析画面。複数の番号が線で結ばれる。ブレナン捜査官のチームが最初に注目したのは、田中に最初の電話をかけてきた番号だった。中国、広東省の市外局番。しかし、追跡すると、その番号は3日以内に使い捨てられていた。それでも、痕跡は残る。接続された IP アドレス、使用されたプロバイダの識別コード、そして、田中のアカウントに侵入した際に残された、わずかな通信の断片、それらをつなぎ合わせると、一つの輪郭が浮かび上がってきた。国内の末端実行者、その男には、アリバイがあった。その男のアリバイは、完璧だった。少なくとも、書類の上では、2026年3月、オーストラリア連邦警察は、一人の男を特定していた。広東省を拠点とする、中国国内の末端実行者、田中への国際電話を発信した。最初の接点、男の名前は、記録に残っていた。しかし、所在は、煙のように消えていた。捜査官が追跡した IP アドレスは、広州市内の通信プロバイダーにつながっていた。接続時刻は、田中の携帯が鳴らされた深夜3時。その6分前、誤差はない。場所は一致する。それでも、男には、アリバイがあった。広州市内の監視カメラ映像、接続時刻と同じ時間帯に、男は別の場所に移っていた。政府施設の受付記録、入館証のログ、複数の証拠が、男の存在を別の座標に固定していた。偶然にしては、整いすぎている。捜査チームの一人が、静かにそうつぶやいた。アリバイが完璧であればあるほど、疑惑は深まる。通常、人間の行動にはノイズがある。記録の抜け、記憶の矛盾。しかし、この男に関するすべての記録は、まるで事前に設計されたように、整然と並んでいた。捜査官たちは、視点を変えた。男を追うのではなく、男の周囲を掘り始めた。するとそこに、新たな輪郭が浮かび上がってきた。田中のアカウントに侵入した際の通信断片。それは、一つの末端ではなく、複数の中継点を経由していた。広東省から香港経由でシンガポール、そしてメルボルンへ4段階のルーティング。これは、個人が構築できる規模ではない、組織的なインフラだった。オーストラリア連邦警察は、2026年4月12日、公式声明を発表した。田中への圧力工作は、中国国家公安部と連結した組織的作戦である可能性が極めて高い。外交的配慮を経た、慎重な言葉だった。しかし、その言葉の裏に潜む意味は、重かった。国家が、個人を追い詰めていた。235名、メルボルンだけではない。シドニー、ブリスベン、パース、海外に暮らす日本人が、同じ手口で、同じ期間に、圧力をかけられていた。これは、孤立した事件ではない。作戦だった。しかし、捜査官たちが次に発見したのは、そのアリバイそのものに、小さな、しかし致命的な、亀裂だった。パート5へ続く。亀裂は、小さかった。見落とせば、それで終わりだった。捜査官が気づいたのは、一枚の通話記録だった。2026年3月17日、午前3時14分。メルボルン市内から発信された、その電話番号、中国の国番号、86。しかし、接続先のサーバーは、北京ではなかった。上海でも、広州でもない。
シドニーだった。オーストラリア連邦警察のデジタル解析班が、その IP アドレスを追跡したのは3月21日のことだった。通話は中継された。海外経由で偽装された発信元。しかし、パケットの残滓が真実を語っていた。電話は国外から来ていない。国内からかけられていた。IMG デジタル解析画面に浮かぶ IP アドレスの座標。その事実が持つ意味を捜査官たちは即座に理解した。中国本国から圧力をかける遠隔作戦。それだけではなかった。現地に実行役がいた。オーストラリア国内にエンジニアの証言をもう一度捜査官は読み返した。声には訛りがなかった。彼はそう言っていた。完璧な日本語、自然な抑揚、まるで日本人と話しているような感覚だった。と、それが最初の見落としだった。中国公安の協力者は中国人とは限らない。長年、日本人コミュニティに溶け込んだ人物。言語を操り、信頼を装い、情報を流す。235名への圧力。その全員に共通していたのは一点だった。日本語で接触されたという事実。流暢すぎる日本語。生活圏を知り尽くした具体的な情報。勤務先の名前、子供の学校、帰宅ルート。それは遠隔では得られない精度だった。捜査官の一人が静かに手を止めた。彼女はファイルを閉じた。そして別のファイルを開いた。3ヶ月前、メルボルン日本人コミュニティのある集会の参加者リスト。名前が一つ重なった。偶然ではない。確信を持つにはまだ早い。証拠は薄かった。しかし、亀裂は広がっていた。見えていなかった輪郭がゆっくりと浮かび上がってくる。作戦の外側にもう一人いた。次に捜査官が追うのはその名前だった。2番目の容疑者、パート6へ続く。IMG、捜査官がファイルを広げる手元のクローズアップ。薄暗い照明。名前は、リン・ジュンエイ。表向きは、語学講師。メルボルン南部の小さな語学学校に勤めていた。IMG、語学学校の外観。ひっそりとした住宅街の一角。3ヶ月前、被害者の山田が参加した日本人コミュニティの集会。その参加者リストに彼の名前があった。偶然ではない。捜査官は直感した。ただし、直感だけでは動けない。証拠が必要だった。IMG 参加者リストの書類。一つの名前に静かに赤線が引かれる。リン・ジュンエイの経歴を洗い直す。出身地は福建省。渡航歴14回。うち3回が北京経由。通常の語学講師には不自然な頻度だった。IMG パスポートの出入国スタンプ。日付が重なるように並ぶ。捜査官がさらに掘ると、もう一つの符号が浮かんだ。山田の職場情報が最初に外部へ漏れた時期。それはこの集会の4日後だった。4日、その短さが偶然を消していった。IMG カレンダーの日付、集会の日と情報漏洩の日が赤丸で囲まれている。集会の記録映像が残っていた。セキュリティカメラの荒い画像。リン・ジュンエイは山田のすぐ隣に立っていた。会話をしている。笑顔で自然に。その自然さがかえって不気味だった。IMG 監視カメラの静止が2人の人物が並んで映っている。語学学校のオーナーへの聴取が始まった。リンは3ヶ月前に突然採用された。紹介者の名前は記録に残っていない。よく覚えていない。とオーナーは言った。目が泳いでいた。IMG 聴取室。オーナーが視線を落としている。携帯電話の通信記録。令状が降りた。解析チームがデータを展開する。深夜の通話が複数。
相手の番号は中国国内のものだった。しかも、山田が最初の脅迫電話を受けた夜と日付が重なっていた。IMG 通話記録のデータ画面、深夜の時刻と番号が並ぶ。これは、もはや状況証拠の積み重ねではなかった。構造だった。外側から作戦を支える。もう一本の柱。内側から情報を流す。もう一人の人間。林、純英は、その接点に、いた。IMG、操作ボードに新たな写真が貼られる。線が引かれ、繋がっていく。捜査官は、椅子を引いた。ゆっくりと、立ち上がる。作戦の全体像が、輪郭を持ち始めていた。しかし、まだ、確信には届いていない。誰が、この作戦を指示したのか。誰が、この二人を動かしていたのか。答えは、次の扉の向こう側にあった。IMG、薄暗い取調室。一枚の地図が壁に貼られている。赤いピンが世界中に刺さっている。扉の向こう側。捜査官は息を飲んだ。机の上に広げられたファイル。その表紙には一つの組織名が記されていた。国家安全部。中国政府の情報機関。単なる脅迫ではなかった。国家が動いていた。IMG。赤いスタンプが押された極秘文書のクローズアップ。2026年3月から遡ること8ヶ月。2025年7月。北京のある部署で一つの作戦が承認された。コードネームは海域。海外に居住する特定の人物をあらゆる手段で本国へ引き戻す。その命令書が今、捜査官の手の中にあった。対象リスト。氏名、職業、居住地、家族構成、すべて記されていた。メルボルン在住の日本人エンジニア、田中祐介。リストの37番目に、捜査官の指が止まった。IMG、名前のリストにマーカーが引かれていく。235という数字が浮かび上がる。235名、日本人だけで、235名。それだけではない。オーストラリア国内だけで対象者は62名に上った。韓国人、台湾人、ウイグル系の人々を含めると総数は400を超えていた。これは孤立した事件ではない。組織的な国家規模の作戦だった。手法は3段階で設計されていた。第1段階、ターゲットの生活基盤を揺さぶる。ビザ申請の妨害、家族の銀行口座の凍結、勤務先への情報流出。第2段階、精神的な孤立を作り出す。ソーシャルメディアのアカウントへの侵入、友人や同僚への虚偽情報の拡散。第3段階、直接的な圧力をかける。深夜の電話、3ヶ月以内に帰国せよ、という最後通告。IMG、時計の針が午前3時を示している。暗い部屋で震える手がスマートフォンを持っている。田中祐介が電話を受けたのは、この第3段階だった。つまり、それ以前に、彼の生活はすでに、静かに、侵食されていた。職場での些細なトラブル。説明のつかないログイン履歴。連絡が突然途絶えた。故郷の家族。すべて、繋がっていた。捜査官は、資料を閉じた。ゆっくりと立ち上がる。作戦の設計者が見えてきた。林、純英は末端の実行役に過ぎなかった。その上に指揮官がいる。名前はすでに一つに絞られていた。IMG、一枚の写真。顔にモザイクがかかっている。しかし、その輪郭ははっきりしていた。次の取調室へ向かう。廊下が長く感じられた。真実まであと一歩。その一歩が最も重かった。IMG、取調室の廊下。蛍光灯の光が長く伸びる。取調室の扉が閉まった。捜査官の手には一枚の書類。そこに記された名前はたった一つ。作戦の全貌がついに形を持った。
2026年3月から始まった圧力作戦は即興ではなかった。周到に設計されていた。標的の選定、連絡手段の確保、家族情報の収集、すべての工程に承認者がいた。準営は末端だった。命令を受け、実行した。しかし、その命令の発信源は、はるか上位にあった。IMG、書類の上に重なる複数の人物写真、赤い線でつながれた組織図。235名、メルボルンだけではなかった。シドニー、バンクーバー、フランクフルト、海外に暮らす日本人技術者たちが、同じ手順で、同じ言葉で、脅されていた。3ヶ月以内に帰国せよ。その文言は、全員一致していた。偶然ではない。テンプレートがあった。組織が、動いていた。IMG、世界地図に点滅する複数の標的都市。ビザ拒否、家族の口座凍結、職場への情報流出、3層構造の圧力、一つが効かなければ、次が来る。逃げ場を塞いでいく。技術者が感じた。締め付けるような感覚。それは設計されたものだった。恐怖さえも、計算に含まれていた。IMG、ノートパソコンの画面、不正アクセスのログが流れる。捜査官は、廊下に立ち止まった。一つの疑問が、頭を離れない。235名の中で、実際に帰国した者は、何人いるのか。圧力に屈し、家族のために、諦めた者は、記録に残らない。その数が、最も、重かった。IMG、薄暗い廊下、遠くに光る出口の表示。オーストラリア当局は、2026年5月、正式に捜査結果を公表した。国家ぐるみの圧力作戦、外交ルートで、厳重抗議。しかし、指揮官の名は、公式文書には現れなかった。一つだけ、空白のまま、残された。誰が、この作戦を承認したのか。IMG、白紙のまま残された書類の一行。技術者は、メルボルンに、今も暮らしている。夜中の電話は、もう来ない。家族の口座も、解除された。それでも、彼は毎朝、携帯を確認する。画面を開くたびに、あの夜が、戻ってくる。2026年3月、午前3時、見知らぬ番号、世界が、縮んだ瞬間、IMG、朝の光が差し込むメルボルンの窓辺。事件は、公式には、終わった。だが、答えのない問いは、まだ、続いている。誰が命じたのか、次の標的は、誰なのか、そして、気づいていない人間が、今この瞬間も、どこかにいるのではないか。廊下の先に、光が見える。エピローグへの扉が、静かに、開こうとしていた。IMG、メルボルンの夜景、遠くに灯る窓の光。あの夜から、3ヶ月が過ぎた。田中は今も、メルボルンにいる。同じアパートの、同じ部屋で。ただ、以前とは違う。夜中に電話が鳴るたびに、体が、固まる。画面を確認するまでの、数秒間。それが今も、続いている。IMG、薄明かりの室内。テーブルに置かれた携帯電話。オーストラリア連邦警察は、2026年6月、捜査の一部を公表した。確認された被害者、235名。いずれも、海外在住の日本人。いずれも、同じ手口。そして、いずれも、同じ組織から。だが、訴追には至らなかった。壁は、国境の向こう側にある。法の手が、届かない場所に。IMG、書類の山。スタンプが押された捜査資料。家族の口座を凍結された者がいた。勤務先に個人情報を流された者がいた。ビザの更新を突然拒否された者もいた。圧力は一点ではなく、あらゆる方向から同時に加えられた。人間をじわじわと追い詰めるように。IMG、空港のゲート、帰国便のボーディングパス。
235名のうち何名が実際に帰国したのか、オーストラリア警察はその数を公式には明かしていない。沈黙の重さが答えを語っている。IMG、夜のメルボルン。人通りの絶えた通り、命じた者は今もどこかにいる。次の標的が今この瞬間、新たな電話を待っているかもしれない。気づいていない人間が眠っている間にリストに加えられているかもしれない。IMG、夜明け前の空。わずかに白む地平線。2026年3月午前3時。田中が受けた電話は彼一人への脅しではなかった。それは問いかけだった。国境の外で生きることをあなたは本当に選べるのかと。答えはまだ出ていない。世界のどこかで今夜も携帯が鳴っている。